皆さんこんにちは。今日も見に来てくださりありがとうございます。アビです。今日私は千葉県館山市にある猫好きによる猫好きのための宿、あとかさんに向かってます。こちらのお宿には6匹の猫様がいらっしゃるそうなので、今から会えるのが楽しみです。ケロケロ。新宿駅直結のバスターミナル、バスタ新宿から高速バスに乗って館山駅まで移動します。片道2時間くらいでお値段は2700円でした。乗車券はバス停到着の際いただきます。今一度確認をいたしまして、分かりやすい場所にご覧ください。バスで酔わないように梅干しのおにぎりを食べながら向かいます。本当に梅干しって車酔い防止に役立つんですかね。バスの車内にコンセントもあったので、スマホのバッテリーの寿命が縮んでしまってる私でも安心です。梅干しのおかげか酔わずに館山駅に到着することができました。ここから須野宮までバスを乗り換えて進むのですが、バスが1時間に1本しかなくて40分くらい空き時間があるので、海をチラ見しに行こうと思います。雨が降ってるので曇っててあんまり綺麗な景色ではなかったけど、海って見るだけで開放的な気持ちになれる気がします。通り道にタピオカ屋さんがあったので寄ってみました。タピオカってもちもちしてるから巷で流行り出す前からめっちゃ好きだったんですけど、最近徐々に私の中でのブームが去りつつあって、パンを食べるのと同じくらいの頻度になってきました。バスに書いてある名前と Google 先生が教えてくれたバスの名前が違くて、1時間に1本のバスを逃したらチェックインに遅れちゃうので焦ったんですけど、無事に乗車することができました。トトロを感じる須野宮のバス停から、これまたトトロっぽい道を歩いてお宿に向かいます。鳥の姿は見えなかったんですけど、とても綺麗なさえずりが聞こえました。雨が降ってるけど綺麗な鳥の声に囲まれてるので、すがすがしい気持ちでお散歩できます。しばらく歩くとあとかさんが見えてきました。ちらっと上を見ると雨が降ってるのに猫ちゃんがウッドデッキの上から覗いてました。あとかさんの猫ちゃんたちは外と中を自由に行き来できるようになってます。こんにちは。こんにちは。ケロケロ。チェックインが終わると猫ちゃんがお部屋まで案内をしてくれます。一緒に来てくれんの。いいの？君そんなことして。お部屋にはベッドが2つあったんですけど、今日は1人での宿泊なので片方だけお布団を敷いてくださってました。お部屋のドアを猫ちゃんが出入りできるように開けていても、外から中が見えないようにカーテンがついてるって素晴らしいですね。荷物は猫ちゃんのいたずら防止のために全て棚の上に置くようになってます。お部屋で荷物の整理をしてたらサンチくんがやってきたので、もしやこれはお膝乗りチャンスと思ってベッドに座ってみたら、サンチくんがお膝に。せっかく乗ってくれたのでずっとお膝の上にいていただきたかったんですけど、猫消しの絵付けをしに行く予定があるので一旦降りていただきました。猫消し絵付け体験は1回1800円です。こけしからヒノキのいい香りがしました。私は実家にいるサビ猫のゴマちゃんの柄にしようかなって思います。ソラちゃんがやってきたんですけど、お眼鏡にかなわなくって撫でさせてもらえませんでした。こけしに鉛筆で下書きをしたんですけど、よく考えたらサビ猫だから
一旦全部黒染めしてから柄を描いた方が良くないと思って全部真っ黒にしました。乾くまで次の色を塗れないので一旦お部屋に帰ろうと思います。自分の部屋に帰ると猫ちゃんがいるのってめっちゃ幸せな気持ちになります。ケロケロ。18時から夜ご飯の時間なので、下のリビングに戻ってこけしの塗り残しを確認しながら待とうと思います。夜ご飯のメニューはコンソメスープのロールキャベツがメインで、副菜にポテトのキッシュとガーリックシュリンプ、チーズトースト、シーザーサラダでした。飲み物は有料の猫ちゃんボトルのお酒が3種類とビール、ソフトドリンクなどがあったんですけど、お酒はボトルだったので一人で全部飲んだら猫ちゃんとの時間を楽しめなくなりそうと思ってソフトドリンクのグレープタイザーをいただきました。猫足のグラスがめっちゃ可愛かったです。コンソメスープもロールキャベツも温かくて雨で冷えた体に染み渡ります。雨が降ってたので行かなかったのですが、最寄りのコンビニまで徒歩15分くらいでした。2階には共用の電子レンジや冷蔵庫もあったので、来る前にお夜食を買っとくのも良かったなって思いました。デザートのチュロスとバニラアイスも美味しかったです。美味しいディナーを食べ終わってお部屋に戻ると、さっき下にご飯を食べに来てたダンくんがまた私のお部屋で寝てました。猫消しの絵付けを進めつつ、しばらくお部屋でゆっくりします。実は、あとかさんのホームページにおもちゃの持参 OK って書いてあったので、他のお部屋のお邪魔にならないように静かでにゃんこの好きそうなリボンのついた猫じゃらしを持ってきました。ダンくんに遊んでもらってたら、ご飯の前は仲良くなれなかったソラちゃんがやってきました。ふと気づいたら、ソラちゃんがお布団カバーの隙間で寝てたんですけど、可愛すぎませんか？チェックインの時に21時から1時間でお風呂の予約をしたので、そろそろ準備をして向かおうと思います。手を離してくれ。お風呂に入るために下に降りたら、もつちゃんとハツくんに会えました。脱衣所にお借りできるバスタオルとタオルがあって、化粧水や乳液、クレンジングの他にボディミルクまで置いてありました。お風呂の中には洗顔がなくて洗面台にしかなかったので、顔は洗ってから入った方が良さそうです。ケロケロ。お部屋に戻るとワイルドな寝相のダンくんが寝てらっしゃいました。お腹がモフモフすぎて触っていいってことだよねと思って勝手に触らせていただいたんですけど、感動のモフモフ具合。もしかして羊の仲間？ゆっくりしてたつもりはなかったんですけど、お風呂の利用時間内にドライヤーが終わらなかったので、2階の共用洗面台にあるドライヤーをお借りします。徐々に進めていた猫消しの絵付けがついに終わりました。まつげを描こうとしたのに手元が狂ってミミズクのような眉毛に。寝る前にリビングの猫ちゃんに会いに行こうと思ったら、まだ会えていなかった最後のちびちゃんに会うことができました。2階に戻るとダンくんが起きてたので、おやつをあげようと思います。ダンくんは尿管結石だから他の子とおやつがシェアできないみたいなので、お部屋にいるソラちゃん用とダンくん用1つずつ買いました。ソラちゃんはダイエット中なのか、おやつはいらなかったみたいです。悲しいことにおやつをあげるとみんな私の部屋からいなくなってしまいました。一人寂しく寝ます。おやすみなさい。朝、ふと気配を感じて目を覚ますと、ソラちゃんが起こしに来てくれてました。よく見ると、ダンくんもお部屋の前で待機しててくれたみたいです。
顔を洗おうと部屋を出たらハツくんもいました。朝ごはんはスパムみたいなお肉の照り焼きバーガーで、アップルジュースとホットコーヒーがセルフでした。普段朝ごはんを食べないことも多いので、今日はしっかり食べれて健康になった気がします。帰りも1時間に1本のバスを逃すと雨の中外で待たないといけなくなるので、早めに食べて帰宅の準備をします。時間がないのにそらちゃんが可愛くてなかなか準備を始めれません。そらちゃんの目がとっても綺麗で、名前の由来がわかる気がします。名残惜しいけど、本当に急がないとバス停の場所もはっきりわからないし乗り遅れそうなので先を急ぎます。ケロケロ。今日はあとかさんにお邪魔しました。お宿に着いてから帰るまでずーっと猫ちゃんが近くにいてくれて、とっても幸せな時間を過ごすことができました。ただずっとバスの時間に追われていて、それがちょっと嫌だったので、次回は車で来たいなって思います。皆さん今日も見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。